皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、フジテレビに対して日本の大企業たちが CM 差し止めを続々と発表していることについて解説していきます。この問題の発端は、タレントの中居正広氏がフジテレビの女子アナとの間におけるトラブルが発生し、示談金9000万円を支払ったという出来事から始まりました。トラブルが発生したのは2023年のことで、その直後から女子アナはフジテレビに対して相談を行い、会社側も事態を把握していたとされています。しかし、2024年の後半になって週刊誌報道があって初めて世間に大々的に知られることとなりました。なお、中居正広氏もこの女子アナも何が起こったのかのその真相については示談の際の守秘義務があり、真相については判明してはいません。しかし、トラブルのその内容としては性加害があったのであろうといったことが言われており、この事態を把握していたフジテレビが分かっていながらもこの問題を一切報じず、またタレントの中居正広氏もテレビ番組で起用し続けたといったことが問題視されています。そしてこの問題、週刊誌報道によって世間に知られるわけですが、先日ようやくフジテレビの港社長が会見を行いました。しかしその会見はメディアに対して強烈な規制をかけ、一部の人間だけしか会見に入れないようにしましたし、生中継もなし、録画撮影もなし、報道の際にはイメージイラストや写真などを用いたというかなり情報規制のされたものとなりました。フジテレビが取材する際には、取材対象のプライバシーを侵害するようなことを平気で行っていることが近年何度となく報じられており、インターネット上でもその度に炎上するようなこともありました。しかし、自社で起こった出来事に関しては強烈な規制をかけるこの行為は大いに矛盾しており、これもまた批判されることとなっています。そして、タレントの中居正広氏の女子アナとの性加害トラブルについても、単純に個人間の問題ではなく、フジテレビの社員が十分関わっていたのではないかといったことも報道されており、さらには同じような事例、全く別の人の報道としても、プロデューサーが女子アナもしくは男子アナについても同様にして、セクハラやパワハラのその構図を様々なところで展開し、スポンサー企業など担当者など様々なところで問題が発生していたのではないかという疑問も持たれています。ところがフジテレビは全く自分たちには責任がないかのような話をしており、さらに第三者委員会を作る件について言っても、本来であれば自分たちと本当に関係のない人たちを集めて調査してもらうべきなのですが、あくまでも自分たちの関係している人たちだけを集めて、あたかも第三者であるかのような調査を行うという話となっており、これもまた大いに問題視されています。今回こうした対応を取ったフジテレビに対して、トヨタ、日本生命、明治安田生命、アフラックといった会社がフジテレビの CM 出稿を差し止めることを発表しており、フジテレビの一部番組では CM 枠が埋まらなかったところについては AC ジャパンの広告に差し替えられるといった場面も数多く報告されるようになったようです。疑惑が持たれているような話が第三者の調査によるまっとうに評価できる結論が出てこないのであれば、非常にグレーな会社なわけですから CM 出稿するには問題がありと考えるのはおかしな話ではありません。またそれだけではなく、大企業であるトヨタにしてみれば、自分たちの発信する情報に関してオールドメディアの人たちが基本的に批判的な立場からの報道することも多く、そのことに大いなる不満を持っていたと言われています。そのために切り取りや悪意のあるテロップなどがなされないようにするためにも、トヨタは自分自身で情報発信を積極的に行うようになっています。こうした背景がある中で、今回のフジテレビの対応は明らかに企業統治という意味で間違っており、トヨタとしては怒りの声明は出してはいませんが、そのような行動に出たというのが十分理解できるところです。こうした会社ぐるみでセクハラ、パワハラといったものだけではなく、性上納といったような性犯罪の助長、そういった問題も含めるような会社であるならば、まさに経営責任を問われることとなります。そのため、フジテレビの親会社であるフジメディアホールディングスの大株主や大株主になることによって、この経営体制に対して
責任追及をすべきだという声が上がっています。インターネット上では、例えば、ホリエモンが株の購入に走り、富士メディアホールディングスの経営責任を問うという話をしています。また、YouTube では、有名な弁護士さんが3万株の株を購入し、株主総会において議案提出として責任追及をしようという呼びかけなども行っています。また、大口の投資家の中においても、今回の対応を大いに疑問視しており、適切な対応を取るように求めているところもあります。アメリカの投資ファンドであるダルトンが、外部の専門家による第三者委員会はしっかりと本当に外部の人間を集めるべきであり、問題点の検証、そして再発防止策についても真摯に取り組むべきだという声明を出しています。フジテレビをどうこうしようと思った場合においては、フジテレビ自体ではなく、その親会社であるフジメディアホールディングスの株を購入し、物言う株主として事態を動かすということが一番強力に効くこととなります。そうした意味では、ホリエモン自身が今回、フジメディアホールディングスを買収するにはちょっと資金が足りないでしょうが、彼の人脈に基づく参戦といったものもこの後起こり得る話です。というのも、フジメディアホールディングスは PBR0.5 倍といって、持っている資産を吐き出せば十分株を買って経営権を握った時に利益が出る構造になっています。特にホリエモンはフジメディアホールディングスが持っている不動産案件について、これを売却すれば十分買収に集めたお金を帳消しにすることができ、大株主たちの賛同を得ることができれば、もしくは大株主になるぐらいの買収構成を仕掛けることができれば、責任追及をするとともに、フジテレビの海を完全に出し切るような改革にも取り組めるといった話をしています。実際この後それだけの資金を集めることができるのか、そのための大口の資金を持ってきた人たちを賛同者として集めることができるかどうかはわかりません。しかし、そのような大きなうねりを起こしかねないぐらいの問題を今回のトラブル対応からは見ることができるのです。フジテレビが問題に真摯に取り組まない限り、こうした責任追及を求める声はまだ十分広がる余地はあると私は思います。腐った部分があるのであれば、それを白日のもとにさらし、これを是正するといったことが今の時代は求められるものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックとコメントの書き込みよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。